ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。洋梨の収穫は、毎年だいたい8月中旬から9月にかけて行っています。成熟した実から順番に、収穫しますので、最終全部取り終わるまでに数週間ぐらいかかっています。洋梨の収穫のタイミングは結構難しいなと個人的には思っていて、一番初めの年にたまたまこの家の前のオーナーと、ばったり会った時に、洋梨の収穫の時期のことを聞いてみると、緑の時に収穫するんだよっていうことを教えてもらって、その時はと思って、家に帰っていろいろネットで調べてみました。洋梨が成熟しているというタイミングは、実を上に持ち上げた時に軸の元のところから簡単に外れるようになると実が成熟しているというサインになるそうです。ゆっかり成熟した実を取り逃してしまうと、気づいたら虫に食べられていることがよくあります。実はこの収穫した洋梨は、すぐに食べることができないんです。この後に紹介する追熟という工程が必要になります。まず乾燥を防ぐため、軸の部分をワックスにつけます。新聞紙などで一つずつ包む方法もやってみましたが、どちらも差がないように思いました。食べ頃かどうか見分けるのに、包まれていない方が手間なく確認できますので、このシーリングワックスさえ見つけられれば、こちらの方法が楽だと思います。いつも疑問に思っているのは、このワックスをつけてやる方法が、フランスのネットのページなどでも書かれているんですけれども、実は、マルシェなどで一つもこのワックスがついた洋梨が売られているのを見たことがないので、実際農家の方はどのようにこの工程をしているのかなとちょっと気になっています。もしご存知の方がいたらぜひコメントで教えてください。この洋梨を保管する、理想の温度がだいたい5度から10度ぐらい
だそうなんですけれども、なかなかそういう場所がないので、我が家では一番涼しいと思う、ガレージの中の地下室に入れて保管しています。だいたい2週間から1ヶ月ほどで食べ頃になります。食べ頃かどうか見極めるには、軸の周り、一番上の部分ですね、上の部分の、実を少し優しく押してみて、柔らかくなっていたらその時が食べ頃です。収穫したばかりの洋梨の実は硬くて、ほとんど甘みもないんですが、この追熟の工程を得ることによって、トロトロっとした甘い実になります。私は毎年、洋梨のジャムを作って保存しています。洋梨はあとチョコレートとの相性もとってもよくって、たくさんレシピを見かけます。また洋梨の食べ頃の時期になったら食べ方なども紹介したいと思っています。先日お庭で採れたトマトでラタトゥイユを作りました。今回はその他にニンニク、玉ねぎ、人参、ズッキーニ、ナス、パプリカを入れました。ラタトゥイユはお野菜煮ですが、私はいつもベーコンも入れます。あとはたっぷりのハーブと塩コショウで味付けをするのが我が家の味です。フランスでご近所さんとラタトゥイユの作り方の話になった時、なんとその方は2時間ほどかけてじっくりオーブンで作るということを聞きました。野菜一つ一つを味わうラタトゥイユがお好みの方はぜひやってみてください。私は野菜がトロトロに混ぜ合わさったものがどちらかというと好みです。お好きな野菜を切って煮込むだけなので、ぜひやってみてください。皆さんはどんなラタトゥイユが好みですか？ぜひコメントで教えてください。こ
ちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。